どうも、かたまです。今回は韓国からお届けしてるんだけども、この夏に始まったトラシャの新しいワールドツアー This is 4のインチョン公園に来てます。やばいね。もうさっきライブ終わって今、ホテル帰ってきたところなんだけど、めちゃくちゃ良かった。それでは、トラシャインチョン公園のアフターレポへ行ってらっしゃい。今回はコンサート当日の朝に韓国入りしました。で、会場はインチョン空港の隣にあるインスパイアアリーナで、インチョン空港からなんと無料のバスが出てると。なので、それに乗ろうとしたんですけど、まさかの見てください、この列。これ全員ワンスなんだけど、やばいんだけど、めっちゃ並んでる。まだ10時台なのに。多分1回で乗れへんと思う。めっちゃ待たなあかん。コンサートまでね、まだ7時間以上あるのにこの列。でバスは来たんですけど、まあもちろん乗れるわけもなく、立ち去るバスの姿を悲しそうに見てました。で、どうしようかなって。でも次のバス乗るにはまた1時間待たなダメなんだって。どうしようおっとっけーってなってたところ、同じように困ってる日本人ワンスが他に4人いたので、みんなでタクシーで会場に向かうことに。5人で乗れば安い。そして15分ぐらいひたすら走ったら無事に会場に着いて、こんな感じでトワイさんたちが出迎えてくれます。はい、いろいろトラブルありましたけども、無事にインスパイアアリーナ着きました。バスね、全然乗れない。45人定員あるって知ってたけど、全然乗れんかって、次のバスがもう1時間ってことで、日本人のマンス見つけて5人でタクシー乗ってきました。で、ガバにトワイスさんが今日と明日パフォーマンスインスパイアアリーナ、ね、かっこええな。ついに来たね。天気はどん曇りだけど今降ってないから、まあまあ耐えてますね。はい、でこの後まだまだ時間あるけど、荷物置いたりランチ食べたりして、当初のプランとちょっと変わってるけどね、ほんまはもうちょっと空港でゆっくりしようかな思ってたけど、また時間潰してから今夜に備えたいと思います。チケットって書いてるな。あそこで控えるんかな。おお、やば、すげえ。まずチケットブースでチケットをゲットします。前回のコールドプレイと一緒でまだゲットしないから。一度建物内に入ってしまえばこんな感じでどこでチケットが交換できるとか案内されてるから、まあ迷うことはないかな。でも見てください、この人の量えぐい。まずはチケットを交換するための列に並びます。12時オープンであと17分後ぐらいにチケットブースで交換ができるようです。ちょっと待ちます。もちろん ES24 の公式を経由して買いました。ファンクラブ入りました。2日間のチケット地巡りを抑えることができました。ありがとうございます。でチケットの交換、こんなおしゃれなホテルのルームで行われます。でパスポートの名義と合ってかね、しっかりチェックしてゲットです。チケット無事にゲットできました。ただもう人が多すぎて拡声器の音もうるさいから、ちょっと今から避難します。で今回チケットがカードない。やば、バリテンション上がる。ちゃんと名前も印字されてて転売されないようになってる。とりあえず一回この近未来から離脱します。3時から並び始めるのかな。5時開演やけど、スタンディングは2時間前から並ばなあかんから、3時にはもう全部荷物とか預けた状態で並ばなあかんから、あと3時間ぐらい時間を潰したいと思います。中はすごい近代的でいいんだけども、拡声器の音が騒がしすぎて、ワンスが多すぎてめちゃくちゃ蒸し暑い。外の方が涼しい。今日は整理番号が結構後ろなんで、整理番号順に入っていくから、整理番号が小さい人ほど前に行ける、ね。落ち着いてみたい人はシーティングの方がいいと思うけど、俺みたいにちょっとでも近くとか、熱気を味わいたければスタンディング行けばいいかなと思います。日本ではさすがにスタンディングは無理やと思う。事故なっちゃう。楽しいだね。この一生思い出になるね、これな。バリかっこいい。What's a subscriber? Subscriber from Taiwan. And which member do you like the most? Mina. Mina ちゃんです。Really such a nice guy. Give me. これはラブリーが Turn the light on. Oh, it's too bright. It's brighter than my future. 僕の未来より明るいです。これは I really appreciate how to say
ありが Very とう appreciate. ありがとうござい just まありがとうございます。ありがとうございました。すみなちゃん大好きですみなちゃん大好きで。Disney World See you in 台湾高雄。高雄。高雄我爱你子夜谢谢。就我看。I practice sometimes after the that fun meeting in December but How you pronounce the same version? Pronounce like It's much harder than I thought. But it's 괜찮아요. you need to practice. But I learned lots of Korean. So we'll be coming back to Taiwan next November. November. And it's No, next this year. oh This year. this year's November. Yeah. I will pick you up. And he will get a ticket for me I'm not sure of that. because I gave that livery. we can exchange. It's so many It's a stress. deal. It's a deal. 괜찮아요. 괜찮아. We'll search for you. Thank you. 쉐이쉐이. Look at that. Let's have fun. Let's have fun. Yes, I found today. And tomorrow. Yeah. 한다. 나 가자. 가자. 할 수 있어. 파이팅. 트와이짱 파이팅. Say I love you to Mina. I love you. 미나짱 아이스테루. 자あスタンディングエリアに入るもののみが入ることが許された制限エリアに来ますスローガンとトレカもあっちゃった今ナヨンさんしか見えんけど옷이 순서대로 들으시 사주세요. 감정을 써주세요. 네, 한국만 들으시.全然走るとかじゃないねいやすごいよ自由にできるから这里是不是有这个牌？好职业。
一点安静。はい、というわけで、TWICE ちゃん、This is for 院長公演、1日目が終わって、ホテルに帰ってきました。めっちゃ疲れた。マジ疲れたね。まあ、でも、ほんまに最高でした。1日目からもう最高すぎて、韓国来てよかった。1日目はスタンディングで参加しました。でも見てわかる通り、こんだけ近くて、近すぎんと。近すぎてちょっと首がしんどいぐらい。結構こう見上げたり、動画を撮るときも結構こう角度、首のね、角度をつけるから、腰と肩が、あと首、バッキバキ。ただ明日はもっと近くなるはずだから、やばいんじゃないって、もう現時に、焦ってんだけどね。で今回も、瀬戸りもすごい新鮮やってさ、まず一番驚いたのは、ソロ曲、ソロステージを、去年までのレディー・ルピンスペシャルとかとはまた別の形でやったのがめっちゃ良かった。しかも音源でリリースされた時は1分ちょっとで短いな思ってないけど、こういうライブで見るとちょうどいいぐらいの長さ。ダヒョンのピアノももちろん良かったんやけど、ジョイヨンやばすぎ、何あれ。カントリー調の曲でリリースされた時点で楽しみにしてたんだけど、まさかのカウボーイハットかぶってくれる。おい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 、ニュージョンヨンやばすぎ。最高すぎん。動画も結構撮ったから、それを参考にね、思い出しながら話したいんだけど、前に背の高い人が来ちゃうと積むよ。全然見えん。ステージがほぼ平坦やから、こう横にずれな、ずっとその人の頭が見えててね、それきついなと。前に背高い人来れたら大問題になると。ただ今回360度ステージやったし、いわゆる普段のステージの前方方向だけじゃなくて後ろにもメンバーこう移動してきたからみたいな、どっち見たらええん、こっちでは遠かったけどこっちでは近くなったりとか、こっちに推しがおってこっちにまた違う推しがおったり、忙しい。みんなこう動画撮る時も自分の推しの方を見て撮るから、例えばモモリンがこっち乗ったらみんなモモリンファンはこっちで、ダイヤモンドってこっちついこっちみたいな、みんなもう違う方向向いて撮るから忙しいしシュールやったな。で次の曲披露する時もどこからTWICEちゃんって出てくるか分からへんから、どっち見たらいいみたいな。やっぱ画期的やね。悪くなかったよ。あとね、会場なんやけど、エアコン効いてた。もうめっちゃ蒸し暑くて、もうほんま熱中症になりそうな感じだったわ。水も飲みたいけどトイレ近くなるの嫌やから、極力飲まないようにしてて、結構水もね、配られてたんやけど、セキュリティの人らがこう、水欲しい人を言うて、手あげたら水もらえたりしとったんやけど、俺はペットボトルあったから、今回500ミリのペットボトル持ち込み OK やったから、それを持って行ってたんだけど、めっちゃ会場内蒸し暑くて、やっぱ結構夏やからみんな汗かいてて、汗の匂いが気になったってのもあるんだけど、今回ぎゅうぎゅうになるかなって心配してたんやけど、そこまでぎゅうぎゅうじゃなかった。入場の時も時間になって会場、ね、ゲートオープンしてみんな一気に走るんか思ったけど、全く走らんくて、走らないでくださいねと。2列でこう、ゆっくりゆっくり自分のエリアまで連れて行かれるっていうの。それはそれでね、女の子とかもこう押されたりせんかったからよかったんじゃないかなと。ただ一部ね、やんちゃなファンはこう前に割り込んできたりして、ちょっと、みたいな。もう俺らこう並んでるのに、場所取ってるのに、なんでそのスペース入ってるのっていうファンが一部おったから、そこは嫌やったな。でも、富樫さん近かったし、よかった。もうソロやばかったし、しかも今回 TWICE ソングアンコールでやってるからね。ドゥーベみんな楽しそうにやってたし、10年目、11年目のアイドルがここまでやっていいんですか？サプライズで、ワンスもみんな爆上げ来てよかった。いやーでもほんまによかったね。語彙力なくてごめんだけど、2時間3時間あっという間。帰りのシャトルバスがほんまにしんどかった。また、インチョン空港に戻るシャトルバス無料やから乗ったんやけど、マジでめっちゃ待った。今後、TWICE 以外でも K-POP アーティストがインスパイアリーナでライブすると思うんやけど、その時にぜひ参考にしてもらいたいね。カカオタクシー使った方がいいと思う。行きはね、タクシー乗ったけど、帰りも乗ったらよかったな。明日使ってみようかな。で、明日はまた違う駅からシャトルバスが無料で出てって、そっちは結構本数も多いらしいから、そっちを試してみようかなと思ってます。とりあえず今日は空港のターミナルからのシャトルバスは乗れなかったんで、次また貨物駅かな。その名前の駅やったと思う。そっから出てるシャトルバスに乗って会場行ってみようかなと思う。で、帰りはタクシーかな。ちょっとわからんけど、状況を見ながら。明日は今日よりはまだ時間余裕あると。臨機応変にそこは対応していこうかなと思うけど、ほんまにちょっとインスパイアアリーナアクセス悪すぎ。空港の横やからアクセスええやんって思ってたんやけど、その Google マップで見ただけでね。ただやっぱこう、めっちゃ迂回していかなあかんし、徒歩で行けへんし。最初はほんまに徒歩で行こうかな思ってたんやけど、無理やねんあれ。あの距離は徒歩では無理。いや、ハートシェイカー聞きたかったけど、ルーレットで、チェラップとTWICEソングとやったけど、ハートシェイカーは漏れちゃいました。What is Love もやったし、ファンシーもやったし、セットリスト見よっか。イントロは4から来たね。もう、誰しもが予想できたでしょ。で、4をやって、その後すぐに This is 4。もう掛け声もバッチリでしたみんな。で、ストラテジー。TWICE単独のコンサートでは初披露の曲やったよね。
まずよかったね。今回新しいアルバムに収録されてる結構ドラム要素が強い曲なんで、この曲聴きたかった。めちゃくちゃ良かった。で、I Got You。ドラム続きよね。The Feels。Gone。Cry For Me。Cry For Me 近すぎた。やばかった。このミータン、この男誰なあ。この男誰みんな。びっくりしてもた。今回、そんなシーン2、3回あったと思う。ちょっと危険よ。今回 S 字型やったけど、真ん中と俺らの後ろの方に来てたから、結構当たり席やったかな。反対側も行ってたけどね、ジョンヨンとか、あとノモもそっちやったかな、ソロ。ただ、ダイホンもツイも、みんな真ん中。均等なんかな。心なしかこっちの方がステージ来てくれる多かった気がした。気のせいかもしれんけど。で、Feel Special Once は。Feel Special の書きがめちゃくちゃ楽しかった。完璧。完璧まあ、難しいね。完璧では言えんけど、聞きたかった。プレイリストゥピッドラブとか聞きなかったから、ちょっと残念なんだけど。まあでも今後セットリスト変えてくるのか、アンコールが変わったりするかもしれんから、まあ最後まで楽しみにしておこうかなと思う。今日めちゃくちゃ近かったし、最高やったし楽しかったよ。ただ、明日のチケットの方先取ったよね。チケッティングの時に。1日目のは後で取ったから、整理番号あんまり良くなかった。だから前方に行けんかったと思うんだけど、明日はもう整理番号もちっちゃいから、もっと近くなるんじゃないかなと。ただエリアが変わるから、やっぱその立ち回りが重要になってくる。明日に備えて、しっかり体力を回復したいと思います。はい、というわけで、1日目のレポはこれで終わるんですけども、明日2日目、いつも楽しみにしておいてもらえればなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。